そうさ舞い上がれ星よ、一度だけ輝いて光を照らして、運命の空をかける一筋の光が二人を変えてゆくよ。確かその旅の僧が喉が渇き夜中に起き出した。さっきまで隣の部屋で度胸していた男女の声が聞こえない。ふと覗いてみると男女は寝床に横たわっていたが、その首がない。実はその小屋にいた連中はみんな六六尾だったって言うんだろう。六六尾は首が抜けている間に体を隠されると元に戻れなくなるとそうは聞いたことがあり。これは人か用意か。用意だ。元は人であったとしてもな。立派な住職だったそうだ。言い伝えとは逆に坊主の方が六六尾か。鋼か。根田に縛り付けている。一本ずつ立つしかない。体を動かすだけなんて簡単すぎると思ったが。へえ。腕は立たぬと思っていたか。蘭学ばかりしていたんだろう。剣術が好きではないだけだ。竜道。あんたの綾神もそろそろ試してみるか。君が悪いか。行け。料理はどっちがする？食欲はわかんな。明日は静か餅とかいうのを探すぞ。あとはさっき聞き込んだ森の貝だが。一体この街道にどれぐらいの用意がいる？この書物は諸国の貝なる噂を集めたものだが、カッパ、ウナギなど水の貝、雷獣、茶釜という空の貝、そしてほっとけば大した悪さもしない用意もいるんだろう。それを根こそぎってな。それがお役目だ。来月上様がお通りになる前に掃除をする。背中でもこすりましょうか、お役目なら。あんたら同じ宿か。当然だな。お役目も同じなんだから。聞いているな。この行列、表向きはならず者不眠を取り締まっているかのお調べ。しかし真の目的は用意退治。
綾氏に任せていただいたと思っていましたが。我らも用意退治の腕は磨いている。承知しました。ところで本城殿、ご縁戚に本城茂平寺というお方はいらっしゃいますか？いると言ったら。石の噂を聞いていないかね。石？街道沿いによくある話だよ。その石に腰掛けると気分が悪くなるとか。知らなければいいんだ、知らなければ。花井、湯を沸かしてこい。不眠の使った湯に入れるか。加納って人はあの本城を狙っているんだろう。しかし名が違う。本城ってのは鳥居の下で何か企んでいる。どうせいつかはやり合うことになりそうだ。だが南町奉行の配下だ。加納が手を出していい相手ではない。いいかね。なんだこの文は。聞きたいことがあって来てくれるように。お目文字かなわねば胸張り裂け、命つきましょう。恋文だこれは。ああ、姉様女郎に書いてもらったから男に出すものと思われたのかな。もしかして雪やつが日光に行っていないかって。そうだ。日光？竜道が。そうか、あいつ勝手に。心当たりがあるのか。今我らのお頭が日光に向かわれている。我らはついてくるなと言われていたが、竜道め。危険だ。え？日光に悪い気が集まっている。連れ戻そう。危険って？この杖。この杖、あと傘と紐付きの草履を。あなたも行くつもり？お頭が案じられるだけだ。危ないのは雪やつだけだ。お前はどうして竜道に？私にここにいろと言ったのは雪やつだ。だからあの人には生きていて責任を取ってもらう。あの傘かわいい。ちょっと。女のなりで行くつもり？仕方がないだろう。栗橋に関所がある。こんなツルツルにして。乗っていきなさいよ。なんだか嫌だ。旅に出るには手形がいるんじゃなかったの？私たちは芸人だ。芸人に手形はいらない。どこにいてもどこで死んでも勝手。この辺り一人歩きは良くない。化け物が出るそうでな。化け物？さよう。こんな顔の。
いました？それがもしや出たのですか？化け物が。いや、しかしあれは拙者の目がどうかしていたのだ。あんなものを言おうはずがない。どんな化け物でございます？もしやこんな顔でしたか。なんだお前は。何をやったか竜斗。カノン。城山、なんだやったかとは。この男は今女を切り殺したぞ。カノン、見ろ。用意だ。用意？人を脅かして逃がし、二度目にこんな顔だったかと襲う江戸にもいる類の。いつから化け物など信じるようになった。俺と共に蘭学を学び、この世の断りは山岳と天文学で全て示せると言い放っていた貴様が。その乱人たちも主という神は信じておる。そもそもそこにいるものは何だ。この先です。今度こそ間違いなく本庄様。あれが本庄も平一、死の敵だ。高島先生は下獄されただけ。命あるのに敵討ちもあるまい。うるさい。まったく弱いやつほどすぐ刀を抜く。小笠原の若様じゃありませんか。本庄は俺が切る。どうかされましたか？いや、本庄殿ならあちらに。ご丁寧に。あれは芝居小屋に現れた奴らの用意もどきだな。用意を倒すべき奉行所が用意を使う合点のいかない話だ。奴らのことは構うな。この辺りを通ると妙に頭が重くなったり行方知れずになるものが多いとか。それがこの岩の仕業か。本物のかけらです。やっと追いつきましたよ。それ例のかけらですね。どうした？遊べたちを近づけないでください。以前も強力な用意のそばでおかしくなりました。これはかけらでももっと強力です。遊べたちには耐えられない。あれは将軍様がお渡りになる時だけ作られるお船橋さ。お前たちは渡し船だ。雪輪が渡してくれる。渡し船など必要ない。利根川は関東第一の川だ。これが江戸まで流れて大川になって。大川になるのは荒川、こっちは江戸川だろう。いえ、じゃあ土井様のご行列は。橋ができたら安全かどうか確かめるためお渡りになるんだろう。あんたは本庄をかばうと決めたんだな。もとよりそれが武士の務めだ。加納ってやつに思いとどまらせてやれよ。あれも敵討ちなら武士の務めだ。本庄殿、お話が。本庄殿、貴公は昨年まで長崎においでだったのか。そこで高島秋藩の捕獲に関与された。高島は家に大量の武器火薬を蓄え、謀反の疑いがあったのだぞ。高島が江戸にありし時、確か小笠原殿も入門されていたとか。それは関わりなきこと。
他にも山岳は内田、測量は奥村、いずれも渡辺昇と親しき者を主としていたお主が蛮社の獄を免れたのはひとえに鳥居様の恩情。しかもこたび高島を捕獲したはお主の養い親小笠原貢殿と聞いておる。父上のされたことを批判されるのか。失礼。蛮社の獄を免れたってのはどういう意味です？空言だ。鳥居に恩があるから本城を加納って人からかばうのか？私はこの川にはうなぎの会の言い伝えがあったな。おい、4年前突然有名な学者や医者が次々と捕獲された。ただ洋学を学んでいたというだけで捕らえられる。それが蛮社の獄。目付鳥居養蔵に捕らわれた者のうち渡辺昇は自害し、高野長英は今も牢の中。小笠原宝三郎、いや当時は城山宝三郎か。彼もまた捕獲されるものと思われていたよ。ところが鳥居の下で洋学者を厳しく取り締まっていた小笠原光が宝三郎を養子にしたいと言い出したのだ。それが小笠原殿の養い親か。今は鳥居の天下でもやがて洋学者が権威を持つこともあると参観し、どちらにもいい顔をしたんだ。それで小笠原殿は捕獲を免れた。そう思う者は多かろうな。それでもあえて養子となったのは命乞いか、それとも。ご老人、なぜそのようなことを？わしも少々洋楽にかぶれておってな。おかげで水野に煙たがられておる。水野って？ご老人、おいの神様いよいよい、小笠原宝三郎の用人だ。おかごを離れていただいては。珍しい花があってな。老中、土井大井の神利面、何を知ってる？もし釣りをなされますか？そのつもりだ。たまにはうなぎでもな。実はお願いがござります。この川には主と呼ばれる大うなぎがおりまして、川を守っております。もしうなぎをお釣りになっても5尺を超える大物がかかりましたら。それは主だから川に返せ。いい口上だな。そういえば意地でも大うなぎを釣りたくなるのが人情というもの。そして深みにはまりうなぎの餌となる。おたわむれを。釣れたな。何？見つけたか？何を？殺生石の家系だ。それは。
れという字は邪悪の神を死極に沈めるという意味があるとか。川の流れから綾波を。宝三郎。大丈夫だカノ。しかしなんだこれは。用意の味を覚えた用意はもっと求めるぞ。おい、これは俺たちのものだ。やめろ。おい待て。雪輪さん、雪輪か。今あの馬喋らなかったか。待って。長く長い旅路に僕は君に恋した。季節巡りしぐれ月、心をそっと濡らす。時が何か変えるならどうかそっとして君と歩く今だけ静かに止まっていて、水辺のほとりに続いたワイン色。こんな二人にはお似合いなんだろう。一つの傘が悲しい。まだ君が好きだから素直に受け止められずに、この雨に流されて全てが嘘だともう一度微笑んで。徳川家康が眠る日光東照宮。なぜ日光が聖地とされたのか。行敦は己の運命に導かれここに来た。12の話白龍月に吠える。